ナマステ、こんにちは。Hello! 私の名前はマヨです。はい、本日の動画すべて日本語になるので、日本語がまだまだ自信がない人は、英語の字幕をオンにしてみてくださいね。This video is gonna be all in Japanese. If you are not confident in listening Japanese language, please turn on the subtitle, English subtitle from below. はい。この動画では日本で話題になっているニュースを一つ取り上げて、そのニュースを読みます。ちょっとゆっくりめに読みます。そして、そのニュースに関して、ちょっと私がコメント、意見を入れていきたいと思います。ニュースの日本語は少し難しいと思いますが、今、日本で何が起きているのかを知ることもできて、プラス、ちょっと難しい語彙も覚えることができますので、ぜひ皆さん最後まで見てください。本日のニュースは、伊藤詩織さん、ネットの中傷で精神的苦痛、賠償を求め提訴。ちょっと難しいね。とりあえず記事全部読みます。性的暴行の被害を訴えているジャーナリストの伊藤詩織さんが、インターネット上の誹謗中傷で精神的な苦痛を受けたとして、書き込みやリツイートをした3人に賠償を求める訴えを起こしました。性的暴行の被害を訴えているジャーナリストの伊藤詩織さんは8日、東京地方裁判所に訴えを起こし、都内で会見を開きました。訴えによりますと、伊藤さんは3年前に会見を開いて、性的暴行の被害を訴えてから、インターネット上で誹謗中傷する内容の書き込みや、イラストの掲載を繰り返されてきたということです。伊藤さんは事実に反する書き込みで精神的な苦痛を受けたとして、ツイッターにイラストを掲載するなどした漫画家の女性とリツイートをした男性2人に合わせて770万円の賠償とツイートの削除を求めています。伊藤さんは、ネット上の誹謗中傷はどこから石を投げられているのかわからないようなもので、時として人を死に追い込みます。同じような被害に苦しむ人のためにも訴えを起こしました。と話しています。伊藤さんが訴えている TBS の元記者からの性的暴行をめぐっては、刑事事件としては不起訴になった一方で、民事裁判では賠償を求める判決が言い渡され、二審の審理が続いています。わかりましたか？ちょっと難しいとは思います。背景をもう少しお話しします。伊藤詩織さんという女性はジャーナリストからレイプをされてしまいました。日本ではこのようなレイプに関して声を上げる女性は少ないです。私レイプ被害に遭いましたっていう女性は少ないです。しかし伊藤さんはきちんと声を上げたんですね。ただしネットでは伊藤詩織さんはかなり叩かれました。枕営業なんじゃないの？枕営業っていうのは男性と関係を持ってより良い仕事をもらおうとすることを枕営業っていうんですけど、枕営業なんじゃないのとか、さらにはもう死ねとか、ネット上でかなり批判のコメントを浴びていました。ただし、伊藤さんはめげずに、裁判をして、ニュースにもあるんですけど、刑事事件としては不起訴になった。ただし、民事裁判では、お金を払いなさい、賠償しなさいというふうに、判決が言い渡されました。つまり、伊藤さんがレイプをされたというのは明白であるというふうに、裁判ではもう決められました。にもかかわらずですよ、伊藤さんはこうやって、レイプ被害に遭いつつ、かなり SNS で叩かれたということで、この SNS でアンチコメントをした人々とか、風刺の漫画を描いた人を今、訴えています。実はこの件とはまた別に、最近 SNS のアンチコメントにより自殺をしてしまった女性というのもいて、この件もとても話題になっています。テラスハウスというネットフリックスとかテレビの番組があるんですけど、その中では男性と女性がランダムに同じシェアハウスに住んで、その中で恋愛が起こるかなとか、そういうのをモニタリングする番組があるんですけど、その中でその女性は怒ってしまったんですよ。その怒り方とかに関して SNS ですごく、批判が浴びせられました。もうほんとお前死ねとかキモいとか、そういうのも含めてその女性はとても攻撃されてしまいました。そして、残念ながらその女性は
もう耐えられなくなって自殺をしてしまいました。この2つの件があるので、日本では SNS での批判というものに関してとても話題になっています。SNS では匿名で、つまり名前を明かさずに人を批判することができますが、これまではこういった SNS での批判というのが罪であるという考え方が日本には薄かったです。そしてそういった批判を裁くための法律というのもあまりきちんと整備されていませんでした。しかし今回のこの伊藤詩織さんの件と、テラスハウスの自殺をしてしまった花さんの件、この2つで日本では今法整備を進めようという声が高まっています。私もこうやって SNS でたくさん発信をしているので、たまにアンチコメントが来ます。私のファンの皆さんはとても優しくって、すごくサポートしてくれるんですけど、たまにね、批判は、来なくもないですよね。実はインド人からはあまり批判の声は来ないんですけど、日本人からたまにね、ブスとかデブとかたまに来ます。私はそんなに気にしないっていうか、実際別にね、モデルみたいに可愛いわけじゃないし、実際ちょっと太ってるし。はい、痩せます。はい。なんだけど、だから別にね、そんな傷つくとかはないんですけど、ただやっぱり目にはつきますね。批判のコメントってすごく強いので、パーって読んでて、一個でも批判のコメントがあると、そこにこう目がいってしまうっていうのはあると思います。なので、気にしないでおこうと思っても、考えてしまうことはありますね。それでも私はあまり批判をされていませんので、そんなに傷つくことはほとんどないんですけど、もし、死ねとかね、お前なんていらないよとかずっと批判をされると、もちろん自殺をね、考えてしまうこともあると思います。ですので、ぜひこの流れの中でね、日本は法律を変えるべく動いてほしいなと思いますし、私も、署名活動とかにはね、参加したりしました。皆さんの国ではどうですか？今見てる方々はほとんどインド人だと思うんですけど、インドどうですかね？ SNS の批判とか、私はあんまり詳しくないんですけど、はい。皆さんもぜひね、一緒に考えていただきたいなって思います。ということで、本日はニュースを共有して、それに関して私のコメントを全部日本語で、述べてみましたが、どうですかこの動画。字幕つけるの超大変だろうな。誰か手伝って。はい、では、この動画面白いなって思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと通知もオンにしといてね。はい、ということで本日はこれまで。皆さん、またね。バイバーイ。